はい、ヤギ座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーの田原です。いつも動画のご視聴本当にありがとうございます。ちょっと今回公開が遅くなってしまったんですけど、今回は6月前半の星の法則説明とタロットリーディングさせていただきます。よろしくお願いします。それから私お知らせを公式 LINE でいつもしています。翌月の星の解説は月末にね LINE でお送りしてますので、お友達登録がまだの方はぜひこの登録お待ちしております。では行きます。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。ソード3逆、ワンドのキング逆、そしてカップの4、ソードの6、ワンド4逆、女帝、ソードエース、はい、気をつけることですが、ワンドのエースにカップクイーン、そしてオラクルは皇帝の逆ですね。そうですね、ちょっと星の解説させていただきますが、混ぜてる時も思ってたんですよね。特に5月の21日以降はですね、6月の20日21日までは太陽星座がね双子座の時期ということで、この時期っていうのはいろいろ流動的に物事が動きやすいんですね。で特に4月の末から天王星も双子座に入って、とても流動的なコミュニケーションだったりとか移動だったり交渉だったりっていう何かが回っていくよみたいな流れがとても強いんです。でこれはお仕事にももちろんプラスに活かせますし、やることを頑張って効率よくやろうみたいなのはできるんですけど、なんだか少し効率性を求めすぎて自分の良さを忘れがちだなっていうふうに思ったんですね。で特にヤギ座さんっていうのはしっかり物事をきちんと積み上げていくっていうエネルギーができる方なので、その効率性だけをがいいわけではないので、何か詰まっていて流したいなとか、もっと軽くなりたいなって思ってらっしゃることに関しては全然流していけるんですけど、本来のご自身の良さっていうのも忘れないでねっていうふうになんとなく混ぜてる時に思ったんです。で星で見るとやっぱこの時期が日常生活をちゃんと整えましょうとか、その雑用をこなすのにも実はとてもいい時なので、溜まっていたことをいろいろ細かいことをやり遂げるっていうのもとてもいいですし、特にこれが6月の前半はね、そういうのをやるのはとてもいいです。もちろん自分の健康管理をやってもいいし、でも家の中を整えたりとか、ごちゃごちゃした書類を整理したりとか、そういうのもとてもいいということなんです。でもう一つやはり今金星と木星というねすごく華やかなエネルギーが蟹座で特に6月の8、9、10あたりっていうのはひっつくので、優しさとか愛情とか恩恵とか柔らかい豊かなエネルギーっていうのがヤギ座さんの特に対人関係に対して応援してくれてるなと思うんです。なのでカードで見てももう本当にホクホクっていうか優しいエネルギーだし、愛がいっぱいだし、それをヤギ座さんが誰かに対してそう接してるのかもしれないし、そういうヤギ座さんだからたくさんそう受け取るのかもしれないし、とても柔らかくていいエネルギーがあるなっていうふうに思います。なので前半と後半が全然違う感じなんですけど、例えばなので5月ちょっとしんどかったなとかね、そういう方もかなりスムーズに進んでいくんだろうなと思います。ただ5月しんどかったとしてもですよ、楽しかったからこそその疲れが来ているみたいな感じもあります。物事がいろいろ動いたからこそなんて言うんだろう、やっぱり密度が濃かったからこそ体とかそういうのってやっぱり調整が必要っていうだけな感じがしますね。なので今もしもですけど、何かちょっと気になることがあるとか、ちょっと自分を責めたくなるようなことがあるなという方はですよ、ここでソードの3というカードが出ているのでね、これね、でこれ全然自分のことを責める必要ないんだけど、もっとこうできたかなとか、もっとああすればよかったんじゃないかなみたいな思いがあったり、なんとなくちょっと振り返ってるみたいな感じがあるんですよ。自分がやったこととか自分の気持ちとか。でも振り返ったりとか反省するのってとてもね、それは次回に生かせるからいいんですけれども、本当にそれってダメだったことなのっていうふうに思ったら、いや待って、中ではベストだったんじゃないとか、自分が忙しい中でこんなに余裕のない中でやったこととしてはあれがもう良かったよねみたいに、やっぱりちょっと自分を認めてあげるっていうのも必要なのかなって感じがしました。
その周りの圧力とか周りの流れで判断すると、もうちょっと自分はこうできたかなと思うけど、自分を基準に考えたら、いや過去の自分からしたらここまでできるってすごいことだよねとか、なんか苦手なことここまで克服したじゃんみたいな、そういう思いで見たらもう大成功っていう感じなので、他者の常識と比べてもしかしたら落ち込んでるとか気持ちが萎えてるだけかもしれないので、いや自分中心で自分の中での評価としてちゃんと収めてほしいなと思いました。でもここからすごく流れはスムーズになっていく感じはあるんです。特にね6月の1日からっていうのは水星も蟹座に入って他者とのコミュニケーションがとても豊かだよっていう感じがあるので、感情を汲み取り合えるっていうのかな。ただ情報を流すだけじゃなくて、相手の言い分もよく分かるし、自分のこっちのこともちゃんと伝えられるよみたいな感じで、本当に豊かなちゃんと分かり合えるコミュニケーションを取り合えるようになるんじゃないかなって、そういう流れが強くなるってことなんですね。なのでここからなんかスルスルスルっと一つのことがほどけると、また2つ3つとほどけて流れていくのかなって感じがあります。とにかく人間関係はいいです。ここでワンドの4っていうカードが出ていて、もう本当に落ち着いている、なんかもう本当にありがとうって感じです。これはありがとうと言われてるんじゃないかなって感じだし、柳田さんも誰かに対して本当にありがとうって言ってるような感じがしますよ。だからこう豊かさが循環してる、なんか感謝してるから感謝される方もまた嬉しくて、何かこう感謝を返してきてくれたり、お互いに認め合ったりとかして、本当に豊かなものが流れてる感じがします。これは女性というカードで、なんか森がね、水が流れていて、その水によっていろんな植物が繁栄して木が森になってみたいな、とても豊かな感じなので、とにかく何か嬉しいことがあるとは思いますね。でこの豊かさの中にいるからこそ、やっぱりやろうとか、やっぱり言っていこうみたいな、何か決意ができそうな気がします。気をつけることや対策として言われているのも、このワンドのエースっていうのはよしやるぞみたいな決め事をするとか、エネルギー使うよっていうふうに言われてるし、自分の中の感性、自分が思ってることっていうことをなんか形にしていこうとか、表に出していこうとか、やっぱり表現していこうみたいな感じがあるので、とっても豊かです。そして何よりもやっぱりオラクルが皇帝ということですね。皇帝、私から見ると逆位置になってるんですけど、本当の強さっていうものをどこまで柳田さんは認めていますかっていうようなお問い合わせだなと思いました。いや本当に十分だと思いますよ。ここでも実はワンドのキングっていうカードが出ていて、実際はすごくしっかりされてるんですね。だけど、いやもっとやらなきゃいけないんじゃないか、もっともっとみたいな感じになっていたり、もしくは最初に言ったみたいな、何かこう他者とか環境とかこのグループの中での常識と、自分らしさっていう、自分の生き方とか自分の考え方っていうところでいくとどのなんか基準とか評価が違うっていう感じで、自分基準で見たしたらもう本当にもうキングに皇帝でも素晴らしいんだけど、他者のなんか評価ではたまたまちょっと違ってたっていうだけで、でもそこからまたなんかこうリフレッシュして今の柳田さんの、あり方に応援してくれる人や認めてくれる人っていうのが出てきて、本当に豊かだな、本当にありがたいなっていうふうに思ってうっていう感じなので、とにかくこの楽しいというか豊かな感じを感じてみてください。ちゃんとね、体感として。ちょっとお仕事のこと見てみますね。仕事もね、流れてはいるというか、多分いろんな細かいことがいっぱいあるで、どこに焦点を合わすかっていうことなんだろうなと思うんですけど、仕事もあるんですよ。マジシャンというカードが出てますね。そして吊るし人、ジャスティス、ダイヤルかな、3枚出てますね。仕事はもうやりたいこともあるし、こんなことを打ち出したいっていうこともあるのかなって感じはすごくします。ただちょっと動くに動けないんだとか、周りの人のなんか状況を見ると自分だけを押し出すことができないんだみたいな、そんな感じがあって、やっぱり何かを少し待っているって感じですね。いいと思います。今も全然人間関係悪くないし豊かなんですけど、6月の21日以降後半も全然いいんです。人間関係とか契約交渉でいうと6月21日以降の方がもっといいんですね。流れていきます。なのでその辺をめどにしてご自身がやりたいことをやっていくっていうのがいいんじゃないでしょうか。なんかもう本当可能性がすごくある感じ。
なんかまるで引っ越しするみたいなそんな感じで、その、ね、引っ越しするって本当相当大変じゃないですか。片付けもしなきゃいけないし、断捨離もしなきゃいけないし、荷物もまとめなきゃいけないしとか、もういろんなことがいっぱいある。なので引っ越しする前のそういういろんなものを整理してるみたいな感じです。例えばの話ですよ、これはね。だからお仕事でも何か大きく動かそうとか何かやるってなったら、それに紐づく細々したことをやらなきゃいけないなとか、あるけど、でも自分の中でのなんか思いっていうものはあるんだなって感じです。仕事に対しての思いだったり、これをやっていきたいみたいなものがあるんだなっていう感じです。でも全部私から見るとちょっと逆位置で出てるので、もうちょっと時が来るのを待つというか、熟すのを待つというか、そういう感じなのかもしれませんね。でも6月中はいいですからね。はい、ということで人間関係見てみましょうか。人間関係もこんだけいい言われてるから、いいんでしょうけれども、あえて見てみましょう。カップのページ、スター、ワンドの5。はい、人間関係はその無理に自分が何かを作っていこうとかつないでいこうとしなくても、すでに今ある状況の中で関係性の良さっていうものを感じられるみたいです。そしてちょっとこれまで行き違ってたとか意見が違ってたとか、なんかそういう人との揉め事があったとしたら、それはもうなんかスーッと消えていくっていうか、そんなことどうでもいいやみたいな感じになっていくっていうのもあるし、なんだかこうまるでね、このスターっていうのは本当に自分が理想とする形、誰かとつながりたいとか、こんな風に信頼し合いたいみたいな、そういう関係性が、あるのかなって感じがします。ここでもね、こうカップのページっていうのはまだちょっと自分の中で気持ちがほっこりしてくるみたいな、そういう感じなんですけど、誰かに対していいなみたいな、そういう思いが出てきたり、それがちょっとこれから膨らんでいくのかなって感じで、ちょっとね、恋の予感というか、恋のようなちょっと楽しい予感みたいなのもあるのかなって思いましたね。はい、いかがでしょうか。何か参考になったよという方はぜひいいねボタンやチャンネル登録やコメントで教えていただけると嬉しいです。では最後にもう一枚オラクルカードを引いてみますね。またこれフランス語で書かれたカードで私読めませんので、皆さんも絵柄からご自身なりにメッセージを受け取ってください。はい、これかな。どうですか、このカード。これを見て皆さんもご自身でメッセージ感じてみてくださいね。はい、ということで今回もありがとうございました。またすぐに次の動画作っていきたいと思います。いい時間をお過ごしください。失礼します。